北アフリカの海辺には、滅ぼされた都市とその上に築かれた都市の跡が同じ大地に残されています。現在のチュニジアに広がるカルタゴ遺跡です。人はなぜ滅ぼされた都市の上に再び都市を築いたのでしょうか。私たちも失われた場所を前にした時、そこから遠く離れるのではなく、もう一度同じ場所へ暮らしを戻したくなることがあります。建物が消えても、海へ続く道や土地そのものが持つ価値までは失われないのかもしれません。カルタゴには地中海へ開かれたポエニ時代の港、最後まで人々が立てこもったビュルサの丘、そして後に建てられたローマの浴場や劇場が重なっています。そこに残る石は一つの都市の滅亡だけでなく、異なる人々が同じ土地を必要としてきた長い時間を伝えています。カルタゴ遺跡は地中海を望むチュニス湾の丘と平地に広がっています。海から吹く風が乾いた土を渡り、遠くには船の行き交う青い水面が見えます。カルタゴは紀元前9世紀頃、東地中海のフェニキア人によって築かれました。やがて星ティルスの影響が弱まると、カルタゴは西地中海の航路を結ぶ独自の中心へ成長していきます。港では運ばれてきた品物を扱う者や工房で手を動かす職人、神々へ祈る人々、遠い海へ向かう船乗りたちが行き交っていました。海は外の世界を都市へ近づけ、異なる文化を一つの岸辺で出会わせました。しかし遠い土地と結ばれるほど、航路や港をめぐる争いもまた都市へ近づきます。カルタゴの繁栄を支えた海は、やがてローマとの長い戦争が押し寄せる道にもなりました。同じ海に面していても、全ての岸が都市になるわけではありません。海と陸の力が交わる一つの場所、カルタゴの始まりはその地形の中にありました。第1章、海が選んだ都市。カルタゴが築かれた場所には、海へ出やすい湾と周囲を見渡せる丘がありました。背後には農耕に適した北アフリカの土地が広がり、海と陸の豊かさを結べる位置にありました。船が港へ入るたび、金属や穀物、油や酒、木材や工芸品などさまざまな品が運ばれてきました。代わりにカルタゴからも織物や加工品、地中海各地の品々が別の港へ送り出されていきました。フェニキア人が各地に築いた交易拠点は、単に物を売り買いする場所ではありません。異なる言葉や技術、信仰、暮らしの習慣が海を越えて交わる場所でもありました。やがてカルタゴは交易所の一つではなく、西地中海の広い範囲に影響を及ぼす都市へ成長します。航路を守るための船が必要となり、港を保つための力が求められました。海はどれか一つの都市だけに開かれているわけではありません。ギリシア人やエトルリア人、後にはローマもまた同じ海で富と安全を求めていました。カルタゴにとって遠い土地とのつながりは繁栄の源でした。しかしそのつながりを失わないためには、自らの影響力をさらに遠くへ広げなければなりません。人や物を結ぶ航路はいつしか、誰がその道を握るのかを争う境界へ変わっていきました。海へ開かれた都市は開かれたままではいられなかったのです。第2章、港に集められた力。朝の港では船から荷が下ろされ、縄を引く声と木材のきしむ音が重なっていたことでしょう。船乗りは風向きを確かめ、商人は品物を測り、職人は次の航海に必要な道具を整えます。港から都市へ続く道には倉庫や工房、市場が置かれていたと考えられます。海から運ばれてきた品物はそのままでは都市の力になりません。多くの人の手で運ばれ、数えられ、蓄えられ、再び分けられることで初めて暮らしを支えるものになります。ビュルサの丘からは
海岸、その奥に広がる土地を見渡すことができます。政治や宗教に関わる中心が高い場所に置かれたことは、人々に都市の秩序を体で感じさせたはずです。少なくともポエニ戦争期のカルタゴでは、有力者や役職者が政治を担い、市民の集会も関わる仕組みがありました。しかし、制度の詳しい姿を伝える記録の多くは、カルタゴ自身ではなく、敵対した側の著述を通して残されています。港で働く者にとって都市の政治は遠く見えたかもしれません。それでも航路をめぐる決定は次に積み込むにや家族が待つ船の期間、兵として海へ出る日を左右します。豊かさを守るために船を備えれば、その船は交易だけでなく戦争にも使われます。富を集める港は都市を守る力を生み、その力を維持するためにさらに多くの富を必要としました。紀元前3世紀、勢力を広げたローマとの間で長いポエニ戦争が始まります。戦いは海だけにとどまらず、シチリア、イベリア、イタリア、北アフリカへ広がりました。港に集められた力は都市を守るためのものだったはずです。けれど、その力が大きくなるほど都市は力を使わずには保てない場所へと変わっていきます。カルタゴを海と結んだ港は同時に戦争から逃れにくくする入り口にもなっていました。第3章、都市を失うということ。2度の大きな戦争に敗れた後もカルタゴの都市そのものは消えませんでした。領土や軍事力を失いながらも交易と農業によって経済を立て直し、建物を整えていきます。その回復を新たな脅威とみなす声がローマで強まっていきました。紀元前149年、ローマ軍はカルタゴを包囲し、3年後の146年、都市は陥落します。城壁の内側には戦う者だけでなく、家族を守ろうとする人々、食料を分ける者、壊れた道具を直す職人たちがいたはずです。戦争を始めた者とその結果を引き受ける者は必ずしも同じではありません。降伏すればそれまでの都市を失う、戦い続ければさらに多くの命と暮らしが失われる。包囲された人々がどのように日々を過ごしたのか、その一人一人の声は残されていません。陥落したカルタゴでは建物が壊され、生き残った多くの人々が都市から引き離されました。ポエニの政治と社会を支えた中心としての歴史はここで途切れることになります。けれど、敵を滅ぼした側の記録だけから失われた都市の全体を知ることはできません。カルタゴについて伝えられてきた像には、長く争ったギリシアやローマの人々の視点も重なっています。土の中からは住宅の床や工房の痕跡、墓に添えられた品や祈りを刻んだ石碑が現れます。それらは敵国という一つの言葉では包みきれない日常がこの場所にあったことを伝えています。都市を失うとは壁や建物を失うことだけではありません。同じ道を歩き、同じ港を見て、同じ場所へ帰るという人と土地のつながりを断ち切られることでもあります。ビュルサの丘に残ったのは勝者の声だけではありません。名を記されなかった人々の暮らしもまた崩れた石の下から静かに姿を現しています。第4章、同じ丘へ戻った人々。カルタゴが破壊されてから1世紀ほどを経た紀元前1世紀後半、ローマによる本格的な都市建設が進みます。かつて敵の中心だった場所は今度はローマの北アフリカ支配を支える中心となりました。ビュルサの丘は削られ、街路が整えられ、広場や神殿が置かれました。海辺には巨大な浴場が築かれ、劇場や円形闘技場、住居や水を蓄える施設が都市の暮らしを支えました。ローマはポエニのカルタゴを破壊しました。それでも港へ近いこと、海を見渡せること、
背後に豊かな土地があることまで壊すことはできませんでした。新しい都市を築く者たちはポエニの暮らしを戻そうとしたわけではありません。異なる言葉を使い、異なる政治の秩序と信仰の形をこの土地へ重ねていきました。そのため再建は失われた都市の回復とは言い切れません。新しい建物が増えるほど古い街路や住居は覆われ、その下にあった暮らしは見えにくくなりました。同じ土地に人が戻ることは過去を受け継ぐことにも塗り替えることにもなります。そこにどちらか一つだけの意味を置くことはできません。現在のカルタゴではポエニの港の源ローマの浴場を支えた石柱の跡が同じ潮風に触れています。夕方になると海から湿り気を含んだ風が丘を登り、昼の熱を残した石へ触れていきます。その石が滅ぼされた都市のものか築き直された都市のものかを風は区別せずに通り過ぎます。カルタゴ遺跡には一つの都市だけが眠っているわけではありません。海を渡ったフェニキア人が築いた都市、西地中海の航路を結び、遠くの土地から富と文化を集めた都市、ローマとの戦争に敗れ破壊された都市、そしてその跡地へ再び道を引き、広場と浴場を築いたもう一つのカルタゴ。そこに暮らした人々は同じ海を見ていても同じ都市を見ていたわけではありません。ある者にとっては祖先から受け継いだ故郷であり、別の者にとっては新しい帝国の中心でした。石を積むという同じ行為の中にも、記憶を残す手と古い記憶を覆っていく手が重なっています。都市の名は残りました。けれど、その名の内側にあった言葉や祈り、帰る場所を失った人々の声まで、同じように残ったわけではありません。地中海の波は今も岸へ寄せ、古い港の輪郭を静かに揺らしています。その水面の下には、結ばれた世界と争った世界、壊された場所と築き直された場所が分けられないまま重なっています。それでは次回の世界不思議トピックスでまたお会いしましょう。